こんにちは、What's up? 忍者パニーズポッドキャストへようこそ。忍者先生です。皆さん、今日も日本語の勉強お疲れ様です。頑張っていますね。このポッドキャストでは、優しい日本語で便利なフレーズや日本の文化を紹介しています。今日は新しいフレーズ、ギリギリについて話します。それでは始めましょう。はい、皆さんこのフレーズ聞いたことありますか？ギリギリ、ヒュー、ギリギリです。英語で barely と訳します。I barely made it とかですね。でもbarely はとても便利な英語の言葉です。日本語のギリギリとイコールじゃないです。100% 同じじゃないです。だから今日は3つのシチュエーションを紹介します。だいたいこの3つのシチュエーションだけ使います。だから今日はこの3つだけ覚えてください。そしてこのビデオを全部見た後、皆さんがギリギリを使えるようになったら嬉しいです。はい。じゃあ、シチュエーション1。1つ目は、電車とかバスの時間のギリギリです。例えば、どうしようかな。電車の時間。今日は午後2時の電車に乗りたい。そして駅に行きます。今午後1時58分です。あと2分。やばい。急いでスイカ準備します。スイカ。皆さんスイカ知ってる？はい。スイカ。見えない？フェイス ID。ちょっと待って。スイカ出して、はい。スイカをタップして、ホームに行きます。で、電車に乗りました。ギリギリ間に合いました。ギリギリ間に合いました。I barely made it。間に合います。意味は made it 間に合いました。I made it。で、ギリギリ間に合いました。使います。とか、ギリギリだったとか、ギリギリだったとかね。で、前のポッドキャストで皆さん危ない勉強しましたね。危ないの感じ。これと一緒にコンビネーションで使えます。例えば、電車に乗りました。危ないギリギリみたいな。もう危ないギリギリだけもう大丈夫です。危ないギリギリ間に合いました。これもいいですね。はい、こんな感じです。これが一つ。そして二つ目は、例えばプロジェクトとか宿題の締め切りがギリギリの時使います。締め切りは英語で何ですか？はい、そうですね。deadline ですね。ここまでに終わってくださいの意味です。じゃあ、例えば今プロジェクトの締め切りが今日の午後1時までで、私がやばいプロジェクトのまだ終わりませんけど、あと少しで終わります。OK、終わりました。ピッ。で、今何時？今午後12時48分。1時まであと10分くらいです。ギリギリ終わりました。危ない。ギリギリ終わりました。とか、ギリギリ
間に合いました。よかった。こんな感じです。OK、もう締め切りまであとちょっとでした。でもギリギリ終わりました。ですね。はい。簡単かな？大丈夫ですね。皆さんだったら簡単だと思います。OK。じゃあ次は3つ目。これは、テストの点数、テストのスコアがギリギリの時使います。例えば、今日のテスト80点取ったら合格です。いいですか？じゃあ皆さんテストしましょう。ちょっと難しいです。はい。そしてテストの答えチェックします。チェック。81点。ギリギリ合格しました。危ない。でもよかった。ギリギリ合格しました。こうやって使います。英語で I barely made it ですね。同じ。でもシチュエーションが一つ目は電車とかバスの時間ギリギリ間に合いました。二つ目はプロジェクトの締め切り。時間やばいです。でもギリギリ終わりました。ギリギリ間に合いました。そして3つ目はテストの点数、テストのスコア。80点が合格です。81点ゲット。で、危ない。ギリギリ合格しました。はい。こうやって使います。OK。じゃあ、今日はこれだけです。早すぎ？大丈夫かな？他にあるかな？そう。で、最近は、日本人はよくギリギリはちょっと長いからギリだけ使います。どっちも使います。ギリギリ間に合ったとか、ギリ間に合ったとか、ギリ合格したとか、ちょっとスラングっぽい若いイメージって感じです。皆さんもぜひ使ってみてください。あとはもう一つありました。ギリギリセーフ。これも日本人よく使います。セーフは英語のセーフと同じ。よくベースボール、野球のゲームでアウト、セーフありますね。このセーフの意味です。なので、例えば電車にギリギリ間に合いました。この時、ギリギリ間に合いました。or、ギリセーフ使います。あと、プロジェクトも同じね。プロジェクトギリギリ終わりました。ギリセーフとか。そして最後、テストの点数。これも、81点、ギリセーフって感じです。はい。スラングですね。教科書では絶対勉強できません。今回特別にポッドキャストで勉強できましたね。はい。じゃあ、ぜひ皆さんも最近皆さんが経験したギリギリ間に合いましたのシチュエーションがあったらぜひコメントで教えてください。私はあるかな？ギリギリ間に合いました。多分いつもね、ポッドキャスト私はストックが全然ありません。だから木曜日にビデオを撮って金曜日に編集して、サブタイトル字幕作っていつもギリギリアップロードします。締め切りギリギリアップロードします。こんな感じ。皆さんもね、仕事、バス、テストとかね、何かシチュエーションあったらぜひ教えてください。はい。
じゃあ今日のポッドキャストはこれで終わります。皆さん今日も最後までポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。また次のエピソードで一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。それでは、せーの、ニンニン、またねー。